どうもこんにちは、モンさんです。モンさん、今回新しいマザーボードを買いました。ところで皆さんはどうやってマザーボードを選んでいるでしょうか？選び方がわからない、何を見たらいいのかわからないという人が多いのではないでしょうか。今回はモンさん流マザーボードの選び方を説明します。マザーボードをどう選んでいいのかわからないという方には参考になると思います。それではこちらの流れで説明します。2023年度現在の AM5 をメインで説明しますが、内容はほぼ AM4 やインテルのマザーボードでも同じで、細かな数値の違い程度ですので、インテル派の方も参考にしてください。マザーボードの役割。皆さん、マザーボードの役割ってどういうものか知っていますか？案外ざっくり、必要だから買うくらいの認識ではないでしょうか。今回はマザーボードの基本的な役割から説明します。左に CPU と各装置をつなぐブロック図を示します。ブロック図と言われても何のことかわからないと思いますが、簡単な見方を説明します。青で示した線がバスと言われるデータを転送する電路です。CPU は各装置とバスで接続されます。インテルと AMD ではこの接続構成が違います。今回はソケット AM5 メインです。AMD の特徴を簡単に説明すると、GPU と一部のストレージと I/O が CPU と直結するため、チップセットやマザーボードの影響を受けにくいです。赤囲みの範囲はマザーボードを選ぶ際に特に考慮に入れる必要はありません。CPU に依存するので AMD の場合は CPU を選ぶ際に検討する箇所になります。右にマザーボードの大まかなイラストを示します。マザーボードは各装置に調整しながら電源を供給する。各装置のバスを導配線でつなぎ、データを転送する。外部装置とのデータの入出力を行う。これらが主な役割です。マザーボードがないとパソコンとして成り立ちませんので、最も中心的な部品になります。現在は先に PC の予算や部品を選んでおかないとマザーボードを決めにくくなってきています。マザーボードの具体的選定方法に入る前に PC 全体構成を決める流れを説明します。まずパソコンの用途を決めます。ゲーム重視ならオーバークロック付きを選ぶでしょうし、ビジネス重視なら安定性重視でしょう。次に全体予算を決めます。上を見ればキリがありません。CPU とグラフィックボードを選びます。現在は PCI Express のジェネレーションがこれらの部品に依存する過渡期にあたり、市場が混沌としています。そのため先に決めておかないと、マザーボードが適合しないとか、無駄に高いものを買ってしまうということになります。この時に CPU クーラーも決めておくといいです。縦置きか横置きか水冷か、風の向きでマザーボードも一緒に冷やせるか確認しておくといいでしょう。用途、予算、CPU、GPU を決めてからマザーボードを決めましょう。不必要な機能や不必要な耐久度に高いお金を払う必要はありません。
マザーボードまで決まった後はメモリ、ストレージ、電源、ケースの順に決めます。各項目で予算オーバーになったら手順を戻って妥協点を探し、予算内に収まるように決め直します。今現在 CPU が要求する消費電力や一部の機能によってマザーボードの妥協が難しくなりました。これについては後で説明します。マザーボードを決めるための項目を説明します。様々な評価軸での評価があると思います。なかなかマザーボードの全体を評価することが難しいです。おおむねここに記載したチップセット、フォームファクター、価格、CPU サポート、VRM 回路数、接続ストレージ数、LAN チップ、オーディオチップ、バックパネルを事前に確認しておくと間違いは少ないでしょう。その他に PCB 基板の厚み、電路配線に使う金属量、ワンタッチ BIOS 更新など各社様々な構造、機能などを売りにしています。それらは好みの問題なので気に入ったメーカー型番のものを買いましょう。この後各項目の詳細を説明します。現在チップセットの種類が増えています。今回は AM5 メインですので AM5 用チップセットの説明のみ行います。画面左から高級帯、普及帯、廉価帯です。言い付きのものがより高級品、2番目の数字が7が高級、5が普及、2が廉価とざっくり覚えておくといいでしょう。AMD 公式の一覧表です。よくわかりませんね。モンさんがこの表で理解できたのは E はエクストリームの E なんですね。勉強になります。ということで表を日本語で書き直しました。左側が Ryzen CPU でサポートされる機能の表。右側がチップセットでサポートされる機能の表です。チップセットの選定で確認するのは PCI Express のレーン数と世代、USB の数、シリアル ATA の数です。Ryzen の場合はグラフィックボードと M.2 スロットに接続する NVMe SSD1 台分の PCI Express のレーンは CPU 側で確保され直結する形になるのでマザーボードの影響を受けません。ですのでどのマザーボードを使おうが PCI Express 5.0 が使えます。最低限の USB ポートもサポートされます。チップセット側では2つ目以降の PCI Express ソケット、2つ目以降の M.2 ソケットに提供される PCI Express レーン数と世代が異なります。2023年現在では第5世代のグラボーや SSD は存在していないか、あっても超高額なものが数種類くらいなので実際のところ気にする必要がなさそうです。組んだ PC を10年使うんだという意気込みがあれば高級帯を狙いましょう。SSD 用はレーン数を確認しておきましょう。と言ってもマザーボードの面積上何台もつなげませんが、一番気になるのは USB の数ですが、これも実は USB ハブをつないでやるだけで解決してしまいます。シリアル ATA の接続数も気になりますが、M.2 に移行する過渡期にある現在では、8つサポートされている X670E を使っても、シリアル ATA コネクタが2つしかついていない場合もあります。チップセットの仕様としては、グラボ1枚、NVMe SSD1 台は、バスの使用などを気にする必要がありません。
A620 は CPU オーバークロックが制限されています。B650 と A620 は PCI Express 5.0 がサポートされていません。チップセットのグレードによってマザーボードは豪華仕様になり高くなります。と思ってください。フォームファクター、大きさのことです。一般的な自作ユーザーが使うのが ATX、マイクロ ATX、ミニ ITX の3種類です。大きい、中くらい、小さいと考えてください。大きい方がソケットやスロットを多く配置できるので拡張性が高くなります。小さい方が材料が少ないから安いんでしょと考えがちですが、基板への部品集積度が上がるため小さい方が高くなる傾向にあります。コネクタやソケットが接近しているため小さい方が配線が面倒くさいです。完成したパソコンのサイズや値段でマザーボードサイズを決めますが、組み立て経験の少ない方は大きい方が何かと作業がしやすいので、自分の経験値を考慮してサイズを決めるといいでしょう。チップセットとマザーボードサイズを決めたら市場価格を調べてみましょう。価格 .com というサイトが便利なので紹介しておきます。詳細検索でチップセット、ソケット、フォームファクターを入力し、並び順を価格の安い順で検索しましょう。この時点で最安値のものが予算オーバーであれば、チップセットから再検討になります。あとは店舗に行って足で調べてくるのも効果的です。PC パーツ販売店では週替わりや日替わりでめちゃくちゃ安く売ってたりします。店員さんに聞いたところ、いわゆる客寄せパンダ目的で短期的にギリギリ価格で販売していることがあるそうです。そういうパーツに出会えたらラッキーですね。お店の公式 Twitter やホームページで告知していたりするので、近所の店はチェックしておきましょう。数種類に絞り込めたらメーカー公式サイトで CPU サポートを確認しましょう。マザーボードによっては一部の CPU をサポートしていないことがあります。つけたら動いた的なことがありますが、それはあくまで CPU メーカーが配布している BIOS の CPU リストに情報が入力されているだけで、マザーボードのメーカーでは動作確認していないということです。BIOS の対応状況を確認しましょう。数字が記載されている CPU は、マザーボードの工場出荷タイミングによっては BIOS アップデートが必要になります。購入予定の CPU に数字がついている場合は、購入検討しているマザーボードが CPU を載せなくても BIOS 更新可能かどうかは確認します。CPU を載せないと BIOS がアップデートできない場合は、BIOS 更新のためだけに CPU を購入したり、ショップの有料書き換えサービスを利用することになります。BIOS バージョンは通電していないとわからないため、ショップの店員に並んでいるものがどのバージョンか判断することはできません。購入後に BIOS が古いじゃないかとショップにクレームを入れるのはお門違いですのでやめましょう。予算範囲内にあり CPU がサポートされていることが分かったら VRM のフェーズ数を確認しましょう。VRM とは CPU で電力を供給する電源回路のことです。フェーズ数とはその回路が何個あるかということです。現在の CPU は動作クロックが可変だったり、省電力モードがあったりと CPU 電源電圧を可変させる必要があります。VRM は以前モンさんが作ったペルチェ素子を駆動させる高圧型 DC-DC コンバーターと同じようなスイッチングレギュレーター方式です。電圧平滑化のためにコンデンサ必須です。コンデンサは一般的に対応温度75度頻、105度頻が主流で、高価格で用途が決まっているもので頑張って125度までです。
マザーボードには105度頻が使われているため、電源回路には100度前後で出力電力を大幅にカットする熱保護機能がついています。左下にグラフを記載していますが、電源回路が100度を超えたところで熱保護が働き、電力供給をカットし、CPU 側は供給電力に応じて処理速度を低下させます。回路数が多ければ多いほど1回路あたりの供給電力が減り、発熱が減るので有利になります。右腕にRyzen 7000シリーズの TDP と最大消費電力を示します。現在のハイエンドRyzenは最大 230W を消費します。一世代前の 5950X の最大消費電力 142W と比較すると、いかに電力を食うのかお分かりでしょう。230W となるとグラフィックボード1枚分です。ちょっと化け物です。さらに AMD としては A620 以外はオーバークロックを制限していません。おのずとマザーボードでオーバークロックで増加した電力を許容する必要があり、電源回路数増加、ヒートシンクの大型化をせざるを得ず、ミドルレンジのマザーボードですら数年前の2倍以上の価格となっています。例えば ASUS の例では B650 チップセットで12回路、X670E で16回路も搭載しています。そのため2023年現在ソケット AM5 限定では B 以上のチップセットを積んだマザーボードはオーバークロックに対応するため余裕を持った作りになっているので、あまり気にしなくても良い状況になっています。E620 はオーバークロック制限がついているため定格利用前提となっています。そのため VRM にヒートシンクがついている製品は販売されていません。確かに CPU サポートリストに 7950X の記載がありますが、動くことを確認しただけで高負荷で長時間使えるという意味ではありません。A620 マザーボードを利用する際には最大消費電力 230W CPU を避けるか、ケース内のエアフローに注意し、それでも熱保護が働く場合はホームセンターでアルミバーなどを買ってきて熱伝導シートで貼り付けるなどカスタムして使うなど苦労しそうです。モンさんこそこそ VRM こぼれ話。メーカーサイトを見ると VRM の表示が12プラス2とか書いてあってわけがわからないってことがありますよね。このプラス2とかって何でしょう。この図を見てください。Ryzen は CPU パッケージ上に CPU コアと IO 台が載っています。VRM の最初の数字は CPU コアへの電力供給回路数。2つ目の数字は IO 台への電力供給数です。3つ目の数字が書いてある場合は IO 台内にある内蔵グラフィックへ別回路で電力供給しています。5000シリーズまでの Ryzen では G 付き型番でゲームができるくらいの性能の内蔵グラフィックが搭載されていました。7000シリーズは映ればいいじゃん的なヘッポコ性能なので、この3つ目の数字があるマザーボードは少ないです。インテル系は内蔵グラも頑張っているので3つ目の記載があるマザーボードが結構あります。あといろんな人がフェーズ数って言いますが、メーカーサイトを見るとマザーボードによって1回路につき出力できるアンペア数が違うんですよ。メーカーサイトにはちゃんと記載されています。だからフェーズ数だけでは判断つかなくなってきています。フェーズ数が足りているか足りていないかはある程度計算できるんだけど説明しません。モンさんがマザーボードレビュー動画で話すと思います。さっきも言った通り B 以上のチップセットではオーバークロックを許容しなければならないため、定格運用ならどのマザーボードでも気にする必要はありません。
お目当てのマザーボードが絞れてきたら接続できるストレージ数を見ていきましょう。グラボ1枚と NVMe SSD を2台だけつなぎますって人は気にする必要はありません。シリアル ATA のハードディスクを3台以上つなぎたいなら確認しましょう。ユーザーズマニュアルは事前にダウンロードして拡張スロットとストレージの項目を確認します。CPU やチップセットからサポートされる PCI Express のレーン数に限りがあるため、スロットやソケットが取り付けられていても同時に使えない場合があります。帯域を共有していますは使えても遅くなります。無効になりますは排他仕様です。自分がつなぎたい台数を同時利用できない場合は、ストレージを大容量なものに買い替えるか、チップセットを上位グレードのものに選び直しましょう。メモリスロットの数と推奨される取り付けスロットを確認しましょう。特にすでにメモリを持っていて使い回す人は推奨スロット1は確実に確認しましょう。この例で言えば、1枚なら A2 に、2枚なら A2 と B2 へ取り付けるのが推奨です。これ以外の位置に取り付けしてメモリの相性が悪い、クロックが上がらないといったご情報を掲示板に書くのはやめていただきたい。ランチップも確認しましょう。ここ最近はインテルチップかリアルテックの通称カニさんチップのほぼ2択です。両方使っていますが違いがわかりません。設定項目数はほぼ変わらず、違いがあるならバッファ量が違うくらいです。インテルは送受信ともに 2MB まで設定できます。カニさんは 512KB と 4MB の非対称です。ネットゲームをやるなら送信バッファが 4MB あるカニさんがいいじゃないかと思うんですが、高級帯マザーボードはインテルなので、もしかしたらチップの処理速度が遅くバッファ量でカバーしているのかも。大差ないので現在は気にすることはありません。ほぼ同価格のマザーボードで比較したときに、一方がカニ、一方がインテルだったらインテルの方を選ぼうかなくらいです。オーディオチップも確認しておきます。7.1 チャンネルと記載してあればどれでも OK です。高級帯と普及帯ではチップが異なりますが、そもそも音が出るスピーカーを接続するアンプに24ビットハイレゾ音源対応のものはよほどのこだわりがない限り持っていないと思います。ここで確認するのは出力ポートに何があるかです。フロントヘッドフォンと光デジタル出力と USB での出力が可能なら問題ないでしょう。バックパネルもチェックしておきましょう。今の時代インターフェースはチップセット依存なので、何を選んでもほぼ差はありません。バックパネルが一体か別体かで価格に差がつきます。パネルなんてはめ込むだけですが、爪の部分をポートにぐさっとしてトラウマを抱えている人もそこそこいます。気になるなら多少高くても一体型を選びましょう。廉価帯になると内蔵グラフィック運用を基本として考えられているため、モニター出力端子の種類を確認しておきましょう。マザーボードを変更するか、変換コネクタを準備するか、変換ケーブルを買うか、価格差を考えるとすごく悩む箇所だと思います。UEFI の見た目も確認しておきましょう。各社違うので慣れが必要です。仕様としてはこのマザーボードに決めたとできたとしても、UEFI を見たらめんどくさそうでメーカーを変更したってこともあります。マニュアルを読めば解決だろうって考えることができる人は悩まないでしょうね。さあ、ここまで来たらもう購入するマザーボードは決まったと思います。最後の注意点は、自分で決めて納得して買うことです。今はいろいろな媒体や YouTuber がおすすめマザーボードというような情報を発信しています。わからないからおすすめを買うというのをやってしまうと、不具合やトラブルに遭遇した際に人のせいにしたくなります。
納得して買いましょう。納得できないなら検討し直しましょう。特に CPU の設計が変わった後の1年目はたくさん不具合が出ます。安定性重視なら枯れた技術を使うべきなので、ちょっと古い構成で組みましょう。自作は故障も不具合もトラブルも自分で解決する必要があり、他人に責任を転嫁しても解決しません。その代わりに最新構成にしたり、好きなパーツを組み合わせる楽しみがあります。ここまで話を聞いて納得した部品を選定できないと感じるなら、BTO やメーカー製パソコンを買うのもありだと思います。皆さん、自分が納得できるマザーボードを選べるようになったでしょうか？ぜひ自分の思うマザーボードを購入して PC ライフを楽しんでください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあまた。